こんにちは。長野県の注文住宅会社北進ハウス社長の木村です。北進ハウスのあゆみです。今日はですね、部屋を一番効率よく温めるにはですね、どんな機械を使ったらということで、壁掛けエアコンを作っているですね、技術デザインの研究所さんに今日やってまいりました。神奈川県川崎市に今日やってきたんですけども、ちょっとその前にいつも通り自己紹介させていただきたいんですけども、北進ハウスですね、創立46年ということで、過去ですね、4000棟のお客さんの、住宅とか建てさせていただいててですね、その快適な暖かさ、快適健康な家づくりを、させていただいてます。本当にありがとうございます。またですね、いろいろ省エネ大賞とか、キッズデザイン賞とか、あとグッドデザイン賞とかですね、第三者の評価もいろいろいただいている、そんなおうちづくりをさせてもらいます。今回の動画では、新築の暖房はどれが良いのか、壁掛けエアコンはなぜ省エネなのか、壁掛けエアコンのお手入れとは、この3点がわかる動画になっております。早速なんですけども、富士通電電の研究所の研究開発されている高島さんのお話をお伺いしてみたいと思います。じゃあ、行ってみよう。はい、早速なんですけども、高島さん、まず最初に自己紹介の方からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、富士通電電研究所高島と申します。日頃は研究所の活動として新しい空調機の研究開発やそれにまつわる基礎研究ですね、それから社会課題の解決に向けた空間設計などを常に考えている人です。ありがとうございます。今回のですね、動画のポイントの一つ目になるんですけども、その新築の暖房を使うにあたって、どの設備機器を使ったらいいかということで、解説の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。それでは代表例としてエアコンと石油ファンヒーター、それから電気ヒーターを比較してみていただきたいなと思っております。まずエアコンの良いところですね。石油ファンヒーターや電気ヒーターに比べてやはり第一にランニングコストが安いと。これはエネルギー効率が非常に高いということが挙げられます。それから電気を使っておりますので再生可能エネルギーを活用できる。3つ目に安心安全手間いらず。火を使わないし空気も汚れない、燃料補給などの手間がないということが言えます。それから4つ目に快適性に優れるですね。これはやはり使い方にもよるんですけども、石油ファンヒーターや電気ヒーターが結構近くで当たるという暖房機に対してやはりエアコンというのはその居住空間全体を対象にしているのでより快適に過ごせると。それから最後にこれもエアコンだけではなくてエアコンと住宅の使い方によるんですが、例えば全館空調のような形でうまく使っていただけると部屋と部屋の温度差がなくなりヒートショックなどの健康リスクを回避できるという利点が挙げられます。次にですね、じゃあ実際ランニングコストが安いって実際いくらぐらい安いのというところをお話ししたいなと思います。先ほど説明した下の2番目ですね、参考値として発熱量単価の比較を長野市の電気代や灯油のコストなどから算出してみました。このブルーのゾーンで見てもらうと、これは石油ファンヒーターやエアコン電気ヒーターが 1kW あたり一体いくらかかるのかというものを単純に比較したものになります。電気ヒーター、一番右側が1時間あたり 1kW を使って 25.5 円かかるのに対し、エアコンが 3.5 円、石油ファンヒーターが 11.3 円となります。エアコン基準で言うと、石油ファンヒーターが約3倍ぐらいのお金がかかって、電気ヒーターが約7倍ぐらいのお金がかかるということになります。ちなみに右側では新州版の冬の省エネガイドブックというものを見つけまして、そこでもちょっと同じようなことを紹介していたので少しここでは載せておりますが、やはり少し前のデータになるのでまだエアコンの省エネ性が少し悪い状態。今最新版のエアコンの省エネ性で見るとこれぐらいの差が出ます。これ7倍近く電気ヒーター使ってるとかかりますよっていうことなんですけど、知ってます？知らなかったです。知らなかったです。あれ、電気ヒーター使ってないです。使ってないです。でも多分ね、電気ヒーターとこたつ一緒。じゃあめっちゃこたつ使ってます。そうでしょ。だからこたつ使うよりもエアコンで温めた方が光熱費は安くなるよっていうそういうデータになります。これ実際発熱量単価って分かりました？
なんでやねん。いや、わかりました。1キロワットあたりの。熱を作るのにねどれぐらい？ああ、分かった。よかった。大体家庭用の電気ヒーターで1000ワットから1200ワット。それが約1キロワットなので、その1キロワットを使うんであれば、エアコンを使った方が7倍の熱量を出せるということです。今ですね、エアコンが一番光熱費が安く済むっていう形で、教えていただいたんですけども、実際エアコンを選ぶ際に、どんな点を注意したらいいかっていうのを教えていただけますか？はい。先ほどエネルギーコストのお話ししたんですが、電気屋さんに行くと大体カタログ置いてありますが、カタログのところで、ぜひこの APF という数字のところを着目してほしいなと思います。これは効率を示しておりまして、エアコンでいうと1の電気を使って7のエネルギーを出すという意味でして、特にこの APF っていうのは年間を通じて実際の住宅でですね、エアコンを使用した時に必要な冷房暖房能力を実際にかかった消費電力で割った性能を評価する指標になりますので、ぜひそこの数値を見て選んでいただきたいなと思います。知ってました？知らない。知らないよね。APF。あ、本当だよね。大体カタログの見ないよね。僕はめちゃくちゃもうこの 0.7 から 5.4 ぐらいのとこまで見ますけど。さすがですね。見ないよね。でもエアコンを選ぶ際の指標として、ここの数字が高ければ高いほど省エネ性能の高いエアコンになるっていうことですよね。はい。で、エアコンと言いましても、家庭用の壁掛けエアコンから業務用の点火性エアコンやダクトエアコンなどあるんですけども、やっぱり日本では家庭用の壁掛けエアコンの方が圧倒的に数が多くてですね、それだけ技術競争力も激しくて壁掛けエアコンの性能が高いので、ぜひうまく壁掛けエアコンを使ってほしいなと思います。そもそもですね、エアコンの内部の仕組み、どういった形で暖かい空気が出たり冷たい空気が出たりするかってちょっとなかなか知らないと思うんですけど、知らないよね。知らないです。中身見たことないですよね。僕は分解して見たことあるけど、普通ないよね。なんでちょっと説明してもらってもいいですかね。はい。こちらの画像は壁掛けエアコンの断面図になります。中央部の丸が送風機、ファン、壁掛けエアコンはクロスフローファンというものを使っておりまして、その周囲を囲うように熱交換器がレイアウトされています。周囲から空気を吸い込んでですね、このクロスフローファンを通過して吹き出すという仕組みになります。エアコンはだいたいどこの断面を切っても同じ筋トレ飴みたいな構造してまして、性能が発揮できるようになっています。室内の空気をここで吸って、はい、で熱交換器で室内の空気を、冬だったら温めて、はい、このファンでガーッと吹き出していくと。はい、めっちゃわかりやすい。わかりやすいです。はい、ということで次にですね、壁掛け用エアコンがなぜ省エネ性能が高いのかということをご説明いただきたいなと思うんですけども、ちょっと場所変わってきたので、ここは自発館っていう場所になるんですけども、ちょっとこの場所の説明をしてもらってもいいですか？はい、ここはですね、P2 ゼネラルの歴史を知ってもらおうというところで、過去に開発した商品であったり、P2 の歴史を展示しているところになります。実際社員たちがですね、精神統一の場として使ったりもします。精神統一ですか？はい。簡単にですね、この省エネ性壁掛けエアコン、ちょっと説明してもらってもいいですか？はい。はい。まず、エアコンの仕組みなんですけども、エアコンの仕組みは、ヒートポンプ技術といいまして、外の熱を室内に組み上げて、約7倍の熱量まで引き上げるという、ものすごい技術なんです。壁掛けエアコンの中には、こういう熱交換器っていうものが中に入っていまして、より熱交換をするためには、より大きな熱交換器を乗せないと、省エネ性っていうのは発揮できます。ちょっとここに熱交換器の歴史が展示してあるんですけども、まず1980年代以前などはまっすぐな熱交換器が入っていました。それから1980年代以降になると、熱交換器をくの字に曲げたりもしてきました。で1991年ぐらいですね、ラムダナ型熱交換器といいまして、中に入っているファンの周りをぐるりと回るような形で熱交換器を配置してですね、小さな体積で大きな省エネ性を発揮しようという技術になります。
これも技術ミネラルが世界で初めて搭載した技術になります。これが最新の熱交換器になりまして、少し前の熱交換器に比べると、かなり大きな熱交換器なのというのが分かると思います。昔はエアコンってすごい薄かったと思うんですけど、だんだん最近のエアコンってなんか前に大きくなってきてる感じするんですけど、それってこういう熱交換器の面積が大きくそうですしてるね。から、そういった形になってきてる。はい。考えたことなかった。考えたこともなかった。先ほどですね、このラムダ型の熱交換器を、富士通電車さんが世界で初めて搭載されたということでお聞きしたんですけど、なんかもう一個ですね、世界で初めてというところがあるってお聞きしたんですけど、そちらもちょっとご紹介していただいてよろしいですか？はい。よく聞いてください。こちらの方でご説明したいと思います。はい。はい。それでは説明させていただきます。省エネ技術といえばですね、先ほどのラムダ型熱交換器以外、富士通電車では、フィルター自動清掃機能というものを世界で初めて開発しております。エアコンもですね、結局、室内の空気を循環しているので、だんだんフィルターに埃が堆積していきます。で、埃が堆積すると、空気の流れがだんだん悪くなりまして、せっかく乗せた熱交換器に熱交換しなくなるんですね。そうすると、無駄に電気を使うことになり、省エネ性が悪くなるわけです。エアコンの掃除をすればいいじゃないかというふうに思うかもしれないんですけども、世間では2週間に1度ぐらい掃除してくださいねと言われておりますが、年末にお父さんが1回掃除するぐらいかなと思います。それをエアコン自らが自動清掃することによって省エネ性をキープしようという技術になります。これがですね、一昨年ほど前に未来技術遺産として国立科学博物館に認定されたんですね。黒電話であったり、フロッピーディスクともに認定されたんですけど、どのぐらいですか？いや、すごいですね。国立科学博物館。そうです。そんなことがされちゃうんですか？はい。ちょうど20年ぐらい前になるんですけども、本当に真面目にですね、地球温暖化防止をなんとか食い止められないかという思いで、実はこれ私が開発したんです。すごいですね。ここに東京の名前が書いてあります。僕のすごい人です。いや、すごい人だと俺は思ってたけど。それ私も思ってまいや、なんかさっきからすごく流暢にお話しされる熱い思いがはい、今日はですね、部屋を一番効率よく温めるにはということで、壁掛けエアコンがいいよということで教えていただいたんですけども、これで北信ハウスがなんでFB6 で壁掛けエアコンを使ってるかって、まさに今日ご説明いただいたのが回答になるんですね。で、効率のいい壁掛けエアコンを使っていかに家全体を温めたり冷やしたりできるかっていうことができると、快適性を担保しながらこの省エネ性も高くて光熱費が安く抑えられる、そういった家づくりができるっていうことでエアコンを使ってるっていうことをまた知ってもらえたらなと思います。また次回ですね、部屋の温度とかあと壁の温度まで自由に設定できるっていう環境試験室で、いろんな実験検証をやっていただけるっていうことで、これめっちゃ楽しみにしてます。任せてください。もうこれがね、僕も見たことなくて、もうこれめちゃめちゃ楽しみにしてますんで、またぜひご覧になっていただきたいなと思います。今回の動画参考になりましたでしょうか？これからもこのコンビで性能にこだわった家づくりのために知っておいた方が良いことをお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしています。それでは次回もお楽しみに。